こんにちは。今回は初めてランキング動画を作ってみました。今回のテーマはアルプスデビューにおすすめの山5選です。選定基準は景色が素晴らしくてアルプスの魅力にどっぷり浸かれるというのを一番の軸として、あとは鎖やはしごなどの危険箇所が少ないこと、登山口から山頂までの間に山小屋があること、日帰りか一泊で登れること、これらの条件をすべて満たす山を選びました。登山時期は完全無雪期の7月下旬から9月あたりを想定しています。ちなみに私は登山歴4年目です。まだ行ったことない山もたくさんありますが、もしアルプスデビューの友達と一緒に登るならという視点でおすすめできる山を5つ紹介します。では早速難易度がより低いと思う山から順に紹介していきます。アルプスデビューにおすすめの山1つ目は立山の雄山です。富士山、白山と並ぶ日本三霊山の一つで、山頂には神社があります。実は立山っていう山はなくて、雄山、大南寺山、富士の折り立ての3つの山を総称して立山と呼びます。おすすめのルートは室堂から雄山までのピストンです。コースタイムは往復4時間弱なので日帰りで登ることができます。スタート地点の室堂までは立山黒部アルペンルートを利用してアクセスします。富山からだと立山駅、長野からだと扇沢駅がアクセスの起点となります。マイカーで室堂まで行くことはできません。車でアクセスできるのは立山駅あるいは扇沢駅までです。どちらの駅にも大きな駐車場があります。公共の交通機関を使うなら、富山駅から立山駅までは電車で1時間、信濃大町駅から扇沢駅まではバスで40分くらいです。注意点としては、立山駅から室堂間のケーブルカーの予約が結構埋まりやすくて、夏の週末とかね、人気の日の朝一の便は予約開始日に売り切れる印象があります。コースタイムは4時間弱なので、仮に朝一の便に乗れなくても大丈夫ですが、あんまり遅い出発だと余裕がなくなるので、予定が決まり次第、なるべく早くポチッとしてチケットを確保しておくのがおすすめです。登山のスタート地点室堂の標高がすでに2450メートルあります。真夏でも涼しくて早速アルプスの良さを感じることができると思います。室堂から一ノ越までは石畳で舗装されてて、登山道というより遊歩道という感じです。一ノ越までなら登山装備じゃなくてもスニーカーで歩くこともできるくらいです。なので一ノ越までは観光客の方もちらほらいます。一ノ越から雄山までは1時間くらいで登れます。岩がゴロゴロしてるけど特に難しい箇所はありません。上りルートと下りルートが分けられているので混雑する日でも比較的スムーズに上り下りできます。雄山の山頂からは北アルプスの山々、特に後ろ立山連峰の素晴らしい稜線を眺めることができます。遠くには槍ヶ岳や笠ヶ岳などが見えます。また室堂平を見下ろす景色も素晴らしいです。室堂には宿泊施設の選択肢がいくつかあって、例えば来鳥荘とかに一泊するとさらにゆったり過ごすことができます。雄山登頂に加えて三栗ヶ池や地獄谷を散策するのも楽しいと思います。運が良ければ来鳥にも出会えるかもしれません。立山は紅葉の名所としても有名です。紅葉時期は全国的に見ても早い方で、9月下旬から10月初旬にはピークを迎えます。アルプスデビューにおすすめの山2つ目は木曽駒ヶ岳です。木曽駒ヶ岳は中央アルプスの中で一番高い山です。標高3000メートル級の頂上に往復4時間弱で登ることができるので、毎年多くの登山者が訪れる人気の山です。木曽駒ヶ岳登頂のルートはいくつかあるんですが、難易度が低いのは千畳敷駅からのピストンです。千畳敷駅まではバスとロープウェイでアクセスできます。車でロープウェイの山麓駅である白平までアクセスすることはできません。マイカーの方は菅野台バスセンター駐車場を利用します。300台止めることができる24時間営業の駐車場です。この駐車場、快晴予報の週末とかはめちゃくちゃ混みます。よってここから乗るバスには長蛇の列ができますが、そういう日は臨時便を出してくれることもあります。公共の交通機関で行く人は駒ヶ根駅発のバスに乗ります。ロープウェイの山麓駅である白平までは45分くらいかかります。ロープウェイは7分半で標高950メートルも登ってくれるので、このおかげで登山の難易度がぐっと下がります。ロープウェイを降りたらそこはすでに標高2612メートル。
最近の夏はとっても暑いので、涼しい場所から歩き始めることができるのはありがたいです。外に出ると千畳敷カールが出迎えてくれます。青空に映える氷河地形の稜線が最高にかっこよくて、スタート地点にしてすでにハイライトかなっていうレベルの絶景が目の前に広がります。八丁坂の分岐点までは足元にたくさんの高山植物が咲いてます。八丁坂の登りはちょっと息が切れる箇所もありますが、のっこし浄土についてしまえば気持ちのいい稜線歩きの始まりです。ロープウェイを降りたところからのっこし浄土までは1時間ほどの道のりです。中岳から木曽駒ヶ岳に向かう間にちょっとざれているところがあるので慎重に進みます。木曽駒ヶ岳の山頂はかなり広いのでゆっくりご飯を食べたり景色を楽しんだりすることができます。木曽駒登山の注意点としては八丁坂あたりが渋滞しやすいので下山に意外と時間がかかることがあります。時間に余裕を持って下山を開始するのがおすすめです。ロープウェイ乗り場のすぐ隣にあるホテル千畳敷に前泊したり後泊したりするともっとゆっくり楽しむことができます。アルプスデビューにおすすめの山3つ目は爺ヶ岳です。爺ヶ岳は3つのピークからなる山で後ろ立山連峰の南の方に位置します。おすすめのルートは扇沢から山頂までのピストンです。スタート地点の扇沢までのアクセスは先ほど立山の紹介で話したことと重複しますが、マイカーで扇沢まで行くことができます。扇沢には1000台以上の駐車スペースがあります。バスなら信濃大町駅から扇沢駅まで40分くらいでアクセスできます。この登山道には柏原新道という名前がついてます。この柏原新道がしっかり整備されてて本当に歩きやすいので、アルプス初めてという方にもおすすめです。結構な急登のはずなのにそれを感じさせないというか、足元に不安定なところがないし、道幅もちゃんと確保されているので安心感があります。登山道の歩きやすさだけで言うと、今回の動画で紹介する5つの山の中で一番だと思います。柏原新道を登り切ると種池山荘があります。と同時に稜線に出ます。種池山荘でのお楽しみはピザです。私が爺ヶ岳に登った2023年の夏は午前10時から販売開始で1日30枚限定でした。種池山荘から爺ヶ岳の山頂までは1時間くらいです。爺ヶ岳の山頂からは剣立山が綺麗に見えます。また後ろ立山連峰の一部なので前後に続く稜線がとっても美しいです。個人的に日本で一番好きな稜線はこの後ろ立山連峰なので稜線歩きが夢のようでした。コースタイムは8時間半なので、日帰りできなくはないですが、種池山荘に一泊するとかなり余裕が出ます。夏の暑い日は朝9時ぐらいからガスが上がってくることも多くて、せっかく爺ヶ岳の山頂に着いた時には眺望が残念ということもあり得るので、種池山荘に宿泊して翌日早朝にすっきり晴れた山頂を楽しむプランもいいんじゃないかなと思います。アルプスデビューにおすすめの山4つ目は唐松岳です。唐松岳は一つ前に紹介した爺ヶ岳と同じ後ろ立山連峰に属する山です。私が登山にはまるきっかけになった山であり、今でもダントツ一番好きな山です。もう何がいいかって唐松の Vlog の中でも言ってるんですけど、お手軽に大絶景を楽しめるところです。唐松山頂へのルートはいくつかあるんですが、アルプスデビューであれば八方尾根のピストン一択です。八方尾根ではゴンドラとリフトを乗り継ぐことで標高1800メートルを超えた地点から歩き始めることができます。ゴンドラとリフトの乗り場には車でアクセスできます。ゴンドラリフトアダムに乗れる八方駅周辺には100台ほどの駐車スペース。黒菱リフトに乗れる駅周辺には200台ほどの駐車スペースがあります。JR 長野駅白馬駅からはバスが出てます。リフトを降りて八方池山荘から歩き始めるんですが、八方池までは登山装備じゃなくてもアクセスできます。スニーカーを履いた観光客の方もちらほらいます。八方池から上は登山装備が必要ですが、それでも危険箇所という危険箇所はありません。登山道が少し狭い箇所があるので、すれ違いは慎重に行います。唐松岳頂上山荘に到着する直前にちょっとした岩場がありますが、特に高度感もないし、落ち着いて進めば全く問題ないと思います。山頂に着くまでの間に八方池や丸山ケルンといった絶景ポイントがあるので、飽きずに登れるメリハリのあるコースだと思います。八方尾根には樹林帯がほぼなくて、登っている間も素晴らしい景色を楽しむことができます。進行方向右手には白馬三山、左手には五竜岳、鹿島槍ヶ岳が見えてきます。
唐松の山頂はとにかく眺めが良くって360度絶景です。剣、立山、槍といった北アルプスのアイコン的な山はもちろん、比較的近くに見える五竜や鹿島槍のかっこよさは圧巻です。晴れてたら遠くは富士山まで見渡せます。唐松岳は日帰り可能な山で、実際日帰りで登山する方の方が多いです。日帰り登山の場合はリフトの営業時間が鍵となります。リフトが動いている間に下山できるように登山計画を立てなくてはいけません。なるべく朝早く出発するのが時間と心に余裕ができていいと思います。ゴンドラやリフトの営業時間は日によって異なりますが、公式サイトで事前に確認できます。ただ、個人的には唐松岳頂上山荘に一泊するのが断然おすすめです。この山小屋の一押しポイントは山頂までの距離が片道20分ととても近いことです。山頂で日が沈むのを見終わってからでも真っ暗になる前に小屋に帰ることができます。山頂から山小屋が見えてる安心感は絶大です。夕日、朝日の時間帯は宿泊者しか山頂にアクセスできないので結構空いててゆっくりできます。むしろ日帰り組もいる日中の方が山頂が混雑している印象があります。でも唐松の頂上にはある程度の広さがあるので、日中でも座って景色を眺めたりご飯を食べたりすることができます。あと実は山頂まで行かなくても小屋の目の前がすでに絶景なのも唐松岳頂上山荘のいいところです。ルートの途中に八方池山荘があるので登山プランはアレンジ可能です。八方池山荘に宿泊すると翌朝白馬三山のモルゲンが見られるかもしれません。ゴンドラリフトが動き始める前のほぼ無人の静かな八方池を堪能することもできます。アルプスデビューにおすすめの山5つ目は燕岳です。一般的なルートは中房温泉からのピストンです。中房温泉登山口の近くに第1、第2、第3と名の付く無料駐車場があります。全部合わせて140台ほど駐車できますが、この駐車場、週末、連休などはとても混雑します。X で中房温泉の駐車場の混み具合がポストされ始めたら、夏が始まったな、夏の風物詩だなと思ってます。公共交通機関でアクセスする場合は、穂高駅から中房温泉に向けてバスが出てます。中房温泉から始まる登山道は合戦尾根と呼ばれるんですが、北アルプス三大急登の一つです。合戦尾根はよく整備されていて歩きやすいですが、とにかく体力が必要です。燕岳はよく北アルプスデビューにおすすめっていろんなとこで紹介されてますが、舐めてかかると痛い目を見ます。水分と行動食をしっかり準備してください。でも逆に言うと体力さえあれば登山経験が浅くてもすんなり登れると思います。岩登りの技術とかいらないし、ルートもわかりやすいです。樹林帯が続くので景色がないのがちょっと辛いですが、これといった危険箇所はないので挑戦しやすいと思います。登山口から合戦小屋までの間に第1ベンチ、第2ベンチ、第3ベンチ、富士見ベンチが設置されています。休憩スポットにもなるし、自分の現在地やペースを把握するのにも役立ちます。途中にある合戦小屋で名物のスイカをいただいて元気をチャージします。稜線に出ると槍ヶ岳をはじめとする北アルプスの山々が現れます。裏銀座の稜線もかっこいいです。そして何より花崗岩でできた燕岳が白くて本当に美しいです。特に晴れた日は太陽の光でキラキラ輝いてます。燕岳山頂までの道にはイルカ岩、メガネ岩など名前のついた有名な岩があります。燕岳は日帰りで登る方も時々見かけますが、日帰りとなると体力的難易度がぐっと上がるので、初めてなら円山荘で一泊するのがおすすめです。中房温泉登山口から登っていくと山頂より手前に小屋が出てくるので、先にチェックインして少し休憩して絡みで山頂を目指せるのも好きなところです。円山荘はご飯が美味しくて清潔感があってホスピタリティに満ちた人気の山小屋です。夕食、朝食が美味しいのはもちろんですが、カツカレーがめちゃくちゃ美味しいのでぜひ食べてみてほしいです。翌朝、円山荘の前から見る朝日も最高に綺麗です。円山荘は人気の山小屋ランキングとかでも常に上位に入っている印象があります。数百人が宿泊できる大きな山小屋ですが、夏の土曜日などは早々に予約が埋まる印象があります。とはいえ、円山荘グループの予約システムは素晴らしくって、公式サイトに随時空き状況が反映されるので、行きたい日程が一旦埋まってても諦めずにちょこちょこ覗いてると案外予約取れたりします。あと、円山荘の近くでは可愛いライチョウに出会えるかもしれません。以上、アルプスデビューにおすすめの山5選でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。